今回は酒粕ときな粉を使った簡単おやつを2種類ご紹介したいと思います。美肌や腸活に役立つ健康的な組み合わせのおやつです。混ぜるだけで簡単にでき、持ち運びもできるおやつですので、最後までお楽しみください。まずは混ぜるだけでできる酒粕きな粉から作っていきます。酒粕のアルコールを抜く方法はこちらの動画でご紹介していますので、アルコールが苦手な方はそちらを試してみてください。今回は元から柔らかくなっている練り粕を使います。板粕など硬い酒粕で作るときはペースト状にしてから作ってくださいね。酒粕 50g をボウルに入れたら、きな粉を大さじ3入れます。入れるものはこれだけです。酒粕ときな粉の甘みだけで他の甘みは何も加えていませんが、お好みで蜂蜜などをプラスしていただいても大丈夫です。きな粉と酒粕をよく混ぜましょう。酒粕にはレジスタントプロテインと呼ばれる難消化性タンパク質が脂質を吸着して体外に排出する働きをするため、 LDL コレステロールを下げる効果が期待できます。きな粉に含まれる大豆サポニン、食物繊維、レシチンがコレステロール値の改善や動脈硬化の予防に役立つとされています。混ぜているとだんだんきな粉の粉っぽさがなくなってきます。こんな感じにまとまれば OK です。ゆるい場合はきな粉を大さじ1足してみてください。この時に味見をしてみて甘くないと感じたら、蜂蜜などのお好きな甘味料を小さじ1からプラスして味を調整してください。成形はトリュフのように一口大に丸めてもいいですし、四角く整えてから切るなどお好みで選んでください。今回は四角くしてみました。このまますぐに食べられるんですが、少し柔らかいので冷やして固めたいと思います。持ち運び用のおやつにしたいときは、ナッツやオートミール、ドライフルーツを混ぜるのがおすすめです。今回はデーツとくるみを刻んで加えたいと思います。ドライフルーツを入れると程よい甘みがついて、また違った美味しさが楽しめます。オートミールを入れると酒粕の水分を吸ってくれるので、しっかりと固まって外出先でも柔らかくなりにくいです。オートミールを使うことで腹持ちが良く、エネルギー源としても優秀なおやつになります。こちらもひとまとまりになれば OK です。ゆるかったらきな粉を大さじ1プラスしてください。お好きな形に成形をしてから冷蔵庫で休ませると、オートミールやドライフルーツがしっとりして美味しくなります。30分ほど冷蔵庫で休ませたものがこちら。しっかりと固まりました。お好みの大きさにカットします。最後に仕上げのきな粉を振りかけましょう。トリュフみたいに丸めた場合も周りにきな粉をまぶしてください。持ち運ぶときはきな粉が舞いやすいのでかけない方がいい場合もあると思います。
お好みで選んでくださいね。完成です。早速いただいてみます。酒粕のまろやかな風味が口いっぱいに広がって、きな粉の香ばしさとマッチしています。素朴な甘みで美味しいです。こちらはナッツの食感がアクセントとなり、デーツの甘みが加わって美味しいです。甘いものは食べたいけど、体には気を使いたいという方にぴったりのおやつだと思います。酒粕はアルコールが入っているので、冷蔵保存で 2、3 週間保存できます。アルコールを抜いた酒粕で作った場合は、1週間くらいで食べきるようにしてください。次も酒粕きな粉と同じような材料を使って酒粕クッキーを作ります。こちらも材料をボウルに全部入れて混ぜるだけで、難しいこと一切なしです。オートミールは 50g、 メープルシロップは大さじ2杯。他の甘味料で代用していただいても大丈夫です。お好みの油を大さじ1入れます。今回はココナッツオイルを使っています。お塩は1つまみ。材料をすべて入れたらよく混ぜましょう。ひとまとまりになったら OK です。クッキングシートの上に生地を置いて、その上にラップを敷き、薄く伸ばしていきます。薄く伸ばすとサクサクに、厚みが出るとしっとりしたクッキーになります。私はサクサクが好きなので薄めに伸ばします。周りを整えたらスケッパーやナイフなどで小さく切っていきます。見た目が可愛くなるようにフォークで穴を開けます。油少なめなので崩れやすいですが、型抜きすることもできます。できたら余熱なしの170度のオーブンで15分焼きます。オーブンがない場合はトースターでも OK です。トースターの温度設定がある場合は170度、ない場合は600ワットで10分から15分。焦げないように時々確認しながら焼いてください。焼けました。こんがりいい香りがします。端の薄かったところが若干焦げましたが、こんな時もありますよね。酒粕の風味がチーズに似ていて、どこかチーズクッキーのような感じ。オートミールがザクザクで自然とよく噛むため、満腹中枢が刺激されて少量でも満足できるクッキーです。常温保存で5日から1週間ほど保存できます。冷蔵で保存するとしんなりしてしまうので注意してくださいね。酒粕ときな粉を使った簡単おやつ、いかがだったでしょうか。
ちょっと小腹が空いた時もただ食べるだけじゃない。酒粕ときな粉で体に嬉しい栄養補給です。どちらも混ぜるだけで簡単ですので、ぜひ作ってみてくださいね。